んこんにちは。Speak Japanese Naturally のふみです。この前、友人からいい話を聞きました。この川の先にはいつもカワセミがいる場所があるんだそうです。カワセミというのはこういう鳥です。小さくて背中が青くてお腹がオレンジ色のきれいな鳥です。この鳥漫画、面白くて最近読んでいました。ここは高校です。山梨県で一番古い高校です。自転車に乗った高校生が何人も通っていきます。さっきの高校の子たちです。この時は朝の8時15分ぐらいでした。ちょうど高校生が学校に行く時間です。信号のところに生徒が2人、先生が1人立っています。3人とも黄色い旗を持っています。黄色い旗はこうやって使います。横断歩道を渡る学生が安全に渡れるようにしています。カワセミの話に戻ります。私はカワセミを2回だけ見たことがあります。でも2回ともカワセミは一瞬でどこかに飛んでいってしまいました。なのでずっとカワセミをじっくり見たいと思っていました。それで川のそばに行くといつもカワセミはいないかなって探してたんですけど、いませんでした。でもカワセミのいる場所をこの前友人から教えてもらったので、今日は皆さん一緒にそこに行ってみましょう。カワセミ見られるでしょうか。自転車が何台も通ります。この辺の子は高校へは自転車で行く子が多いです。もっと遠くから来る子は電車で甲府駅まで来て、そこから高校まで歩く子が多いと思います。小学校と中学校は歩いて行ける距離にあることがほとんどです。この辺の中学校の場合は、学校から家が2キロ以上離れていると自転車に乗って行っていいことになっています。でも今通っている子たちは高校生です。小学生と中学生はもう少し早い時間に学校に行きます。左手にあるのはお墓です。あの紅葉している木がある場所は小学校です。
紅葉しているのは桜の木です。息子たちが小学生の時、時々さっきの小学校でサッカーの試合がありました。もう小学校は卒業したので、あそこの小学校に行くことはもうないんだろうなと思います。ちょっと寂しいですね。猫ですよ。逃げちゃいましたね。車の下に入りました。隠れてますね。邪魔しては悪いので、先へ行きましょう。ここはコーヒー豆のお店です。こっちはホームセンターです。ホームセンターには DIY のものなど家に関するものが売っています。信号に来ました。横断歩行者はボタンを押してくださいと書いてあります。こういう横断歩道ではボタンを押さないと信号が青になりません。こっちにも高校生、あっちにも高校生がいます。というのも、右側のあの建物は高校で、その向かい側にもう一つ別の高校があるからです。この道の突き当たりは線路です。ここには踏切がありません。一旦戻ります。キャットフードが入っています。多分誰かがあそこで猫に餌をあげているんだと思います。線路の下を通って向こうに行きましょう。狭くて低い道です。もちろん車は通れません。また川の横に戻ります。これはマンションです。こちらは駐車場です。通り抜け厳禁と書いてあります。ここに住んでいる人以外は通らないでくださいという意味です。まだまだ高校生が来ますね。電車の音が聞こえてきました。1、2、3、4、5、6。6両編成です。では先に進みましょう。信号が赤になったので急いで渡ります。目の前に山があります。こっちにも山があります。こちら側も
山があります。建物の後ろで見えないけれど、ずっと山が続いています。ここ甲府は360度山に囲まれています。階段が見えます。でも鍵がかかっていました。降りられないですね。この植物、知ってますか？こんな感じで服にくっつきます。うちの猫がよくつけてきます。ここで嫌な看板を見ました。仮称を保護する工事を行っていますと書いてあります。仮称というのは川の床、つまり川の底のことです。工事をしていてもカワセミはいるんでしょうか？心配になってきました。トラックやクレーン車が見えます。左側の紅葉がとてもきれいでした。落ち葉を吐いている人がいます。吐いても吐いても葉っぱはもっと落ちてくると思うんですが、ああやってきれいにして偉いなって思います。青いクレーン車があります。ここが工事をしている場所みたいですね。また同じ看板がありました。カワセミがいると聞いたのは、あの橋のあたりです。カモがいました。1、2、3、4、5、6、7。7はいますね。鳥は1羽、2羽、3羽、4羽のように羽を使って数えます。羽は羽という漢字です。カモはいましたが、カワセミは見えません。橋の下にもいません。道を渡って反対側から川に降りてみることにしました。青になったので渡ります。この階段で川に降ります。カワセミの姿は見えませんね。橋の下を通ります。今、鳥が飛んでいきましたね。一瞬カワセミかなと思ったんですが、早すぎてわかりませんでした。さっきの鳥がまた飛んでいきました。青くないのでカワセミじゃなさそうです。今日はもうカワセミは見られないかなと思った時、
素晴らしい人に会いました。あ、そうです。そう、私 YouTube 最近やってて、それでカワセミを取り来たんだけど、今日います？この辺にカワセミがいると教えてくれた友人に会いました。一緒にカワセミを探してくれることになりました。白い線みたいのが見えますよね。これはカワセミの糞だそうです。橋の上から探してみます。あっちのコンクリートのあたりはよくカワセミがいるそうです。あのコンクリートの水を抜く穴に巣を作ることもあるそうです。でも今日はいませんね。あっちの橋の先にいる可能性があるということで移動します。信号を渡ります。この橋の上からよく見えるんだそうです。カワセミがいました。よく見えなくてごめんなさい。でもここにいるのはわかりますか？今川に入って何か捕まえたみたいです。反対側に飛んでいきましたね。とっても可愛いですね。お腹はオレンジです。背中の青は見えないですね。よく見えないので、友人が前に撮ったカワセミの写真を見せますね。これです。この青が綺麗なんですが、光の加減によっては緑っぽく見えたりもするそうです。では、今からカワセミを見つけてください。カワセミは幸運の鳥だそうです。見つけられたらいいことがあるかもしれませんね。ここにいますね。まだまだ見ていたかったんですが、レッスンがあったので帰ることにしました。私のレッスンに興味がある人は概要欄をチェックしてください。リンクを貼っておきます。友人に手を振って帰ります。ずっと見たかったカワセミを見ることができて本当に嬉しかったです。では最後に今日のコメントを紹介します。レクテックさんからです。I can't say much more. This is so beautiful. Thank you, Sensei. This video makes me more excited to continue my Japanese lessons. Hopefully, I can pass the JFT exam next month. And then I can visit many beautiful places in Japan that I often see in your videos. Thank you, Rektek-san. I'm so happy to hear that my video motivates you to keep learning Japanese. Your comment, in turn, motivates me to create even better videos.
Thank you so much. I wish you the best of luck with the JFT exam. I'm rooting for you. By the way, for anyone interested, let me share a bit about my subscription course. If you'd like me to check or correct your pronunciation or pitch accent, I provide personalized feedback via video as part of my subscription course. If you're looking for instant feedback during a live lesson, my premium plan includes 2 private free lessons with me. You can find all the details on my website through the link in the description below. はい、では今日はここまでです。今日も日本語にたくさん触れる一日を過ごしてください。また次の動画でお会いしましょう。またね。